皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回は2025年注目作の一つ、ファンタジー MMORPG やネットイースが送る最新作、さらに事前登録400万人を突破した話題の新作 RPG など、大変興味深い作品を紹介するので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ということで、チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルは、世界累計3400万ダウンロードを記録した伝説的なモバイル RPG タッチモンスターの正統後継作、モンギルスターダイブ。前作のタッチモンスターはシンプルなタップ&スワイプ操作でモンスターを集めて育てる楽しさ、手軽に深いバトルや PVP ランキング戦が体験できるポケモン風の育成コレクション RPG。そんなタッチモンスターの良いところを踏襲しつつ、現代のニーズに合わせた形でアクション RPG として登場。グラフィックには最新のアンリアルエンジン5を採用し、キャラクターもモンスターもとにかく生き生きとアニメのように動きます。物語の主人公は運命を背負った少年クラウドと元気でおっちょこちょいな幼なじみベルナ。彼らを中心にコミカルかつ心温まる冒険が展開され、シリーズおなじみの仲間やモンスターもどんどん再登場します。アニメカットシーンや軽妙なキャラ同士のやり取りも満載で、思わず笑ってしまう場面やじんわり心に残るシーンも盛り込まれています。バトルは3人パーティーのリアルタイムアクション方式。どのキャラも個性的なスキルや必殺技を持っていて、バトル中は自由にキャラを交代、タイミングよく回避やカウンターを決めたり、ブレイク状態のボスに一斉射撃を叩き込んだり、直感的に遊べるのにうまく戦えば一気に逆転できる、シンプルだけどやり込める戦略性が特徴です。そしてやっぱりモンギルといえばモンスターテイミング&コレクション要素。冒険の中で出会ったモンスターを捕まえて自分だけのチームに加える、個体ごとに違う特性やサイズ、スキルを厳選してどんどん強くしていく育成沼は健在。元祖タッチモンスター時代のこの一匹にこだわり抜く楽しさが現代的にパワーアップしています。さらに今作ではテーミングしたモンスターを使ったアイテム制作やサブキャラとしてバトルで特別効果を発揮させる新要素も登場。コレクションだけじゃなく育て方や組み合わせ次第で戦術も大きく広がります。今回ベータテストが2025年5月21日から5月27日までの1週間限定で実施され、 CBT 参加者からはスピーディーで爽快、アニメ演出がテンション上がると好評で、さらに懐かしさと新しさが絶妙。グラフィックの進化に驚いた。やっぱりモンスター集めが最高という声が上がっています。ただスキル演出が少し単調になりがち、オート周回がないのが惜しいといった改善要望も上がっています。開発陣もこういった意見は真摯に聞き入れていて、今後修正していくとのことです。正式サービスではさらに完成度がアップすると思います。日本版ではまだベータテストが実施されていないので、今後の新情報を期待して待ちたいと思います。続いてのタイトルは、杖と剣の伝説。探索で始まりバトルで覚醒する簡単育成。そんな軽やかさと奥深さが同居する新時代のファンタジー RPG です。2025年5月28日に事前登録が始まったばかりで、対応プラットフォームは iOS、Android。プレイヤーはマップを探索したり魔物を退治したり宝箱を開けたり、プレイしていない時でも経験値や小道具を獲得できます。戦闘力を強化したり、仲間や NPC と肩を並べて戦ったり、最終的に世界を救うという使命を達成することができます。本作の第一印象は癒しと没入のグラフィック。まるで絵本の中に入り込んだかのような柔らかい世界。ふんわりと優しい色彩に包まれたヒーリング系グラフィック。キャラメイクは想像以上に自由。獣耳の少女も角を生やした戦士も自分だけの姿を細部まで作り込めます。UI も視認性に優れ、長時間のプレイにも疲れを感じさせないデザイン。ただ見ているだけでもふっと肩の力が抜けていく、そんな癒しの世界です。探索はタップ操作でサクサク進行。ワープゲートの開放で広大なフィールドの移動も快適に。探索中は素材の採集、宝箱の回収、さらには料理レシピの発見など、寄り道にも価値があります。しかも敵との戦闘はシンボルエンカウント形式で押し付けがましさゼロ。
新たな土地に踏み込むタイミングも選択もプレイヤーの自由、まさに世界を旅しているような余白のある探索体験が味わえます。戦闘はスキルのセットが勝負を決めるマス目単性の完全オートバトル。プレイヤーは4つのアクティブスキルとパッシブスキルを事前にセット。クールタイムの回った順に自動で範囲を見極め、最適な位置にキャラが移動し、順番に発動していきます。敵を集めて一気に範囲で叩く。バフとデバフを交差させて決め打ちする。まるで戦術 RPG のように考える余地と眺める快感が共存していて、ただの見ているだけとは一線を画す気持ちの良いバトル体験がここにあります。初心者にはおすすめスキル構成も用意されているため、まずは安心して遊び、慣れたら自分だけの戦術美学を追求するのも一興。戦わない時間にも価値がある、それが本作の育成システム。ログインしていなくても経験値や素材が溜まり続け、帰ってくるたびにキャラが育っている。そんな見えない積み上げが日常のプレイを自然と心地よいものに変えてくれます。楽しいところだけをピンポイントに楽しめるのが良いですよね。さらに装備の強化値は更新先に自動で引き継がれ、ワンタップでレベルアップ可能。素材集めから装備更新まで手間や迷いを極力省いた遊びやすさの工夫も随所に光ります。戦士か魔法使いかどちらを選ぶかは冒険のスタート地点に過ぎません。本作ではそこから多彩な転職ルートが広がっており、より強力なスキルや専用技術を身につけることができます。しかも転職はいつでも変更可能。今日は剣で一刀両断、明日は魔法で爆発祭り。そんな切り替えが気軽にできる自由度の高いジョブシステムが特徴です。特攻か万能か、あなたのプレイスタイルがそのままキャラの進化につながります。杖と剣の伝説はカジュアルな顔を持ちながらも、プレイすればするほど深みがにじむ RPG。柔らかくて熱くて、そして遊びやすい、そんないいとこ取りのゲーム体験がここにあります。もう間もなくリリースなので、興味のある方はぜひ事前登録してみてくださいませ。続いて紹介するタイトルは、つい先日行われたネットイスゲームスオンライン発表会にて紹介された忘却の海なんですが、情報がものすごく急須なため、オンライン発表会がどんなものだったのか簡単に解説しつつ、忘却の海がどんなコンセプトを持つゲームなのか紹介します。まず今年の発表会では合計42タイトルもの新作情報が公開され、そのうち9タイトルが完全新作。昨年に比べてやや新作発表は少なかったんですが、その分完成度の高い本命作が目立った印象です。特にネットイースといえば、ここ数年にわたって僕らが超期待しているあの新作タイトル、無限大の何かしらがあるんではと期待しておりましたが、今回紹介された9タイトルの中でも特に注目を集めたのが、ジョーカースタジオが手掛ける新作アドベンチャー RPG。ジョーカースタジオといえばアイデンティティ5第5人格で一躍有名となった開発スタジオ。そんな開発スタジオが満を持して発表した忘却の海。5月16日にコンセプト PV が初公開される否や、ビリビリ動画では数百万再生されるなど注目されていたタイトルです。さらに6月13日14日に中国広州でオフライン技術テストも予定されており、ファンの間でも大きな話題となっています。本作忘却の海の概要は、プレイヤーは記憶を失った航海士となり、謎めいた少女と共に大海原を航海。様々な財宝や争い、夢、仲間との出会いを経て、自分だけのゴールを目指すことになります。世界観は壮大で、旅の途中で出会う伝説や歴史が少しずつ明かされていく、まさに海洋冒険のロマンが詰まった作品。美術や世界観も第五人格譲りの個性的なテイストで、すでに多くのユーザーがそのアートワークや雰囲気に心を奪われております。現時点でどんなゲームなのかっていうところについては言及なく、期待しているところはやはり第五人格のようなアクション性はありつつも、みんなが楽しめる内容だったらいいなと個人的には期待しています。島や遺跡を探索し、危険なバトルやサバイバルを乗り越え、少しずつ自分自身と世界の秘密に迫っていく、そんな物語、探索、育成、冒険が一体化した没入感の高いアドベンチャー RPG だったら嬉しいですね。資源採集やクラフト要素なんかもあったらさらに楽しさ倍増です。近々オフラインテストも開催され、それ以降詳しい情報が出てくると思うので、期待して待ちたいと思います。でね、今回の発表会で多くのゲーマーが期待していた
あの二次元 GTA とも称される無限大アナンタは注目作の新情報はなく、すでに番号を取得しているにもかかわらず今回の発表会には顔を出さなかったのは、ネットエースとして品質やタイミングを重視している証拠かもしれません。実際過去には発表だけされて結局リリースされなかったタイトルも少なくなかったため、今年は本当に仕上がってきたタイトルに絞って紹介する流れが感じられました。ちなみに今年の新作9本のうち純粋なスマホゲームはたったの3本。 PC プラットフォームに本腰を入れたタイトルが目立ち、ネットエースがここ数年で得た海外開発経験、投資の成果が出てきているとも言えそうです。そんな中で忘却の海は久々の完全新規 IP であり、しかも開発期間は2019年からという超本気プロジェクト。第五人格ファンやアドベンチャー RPG 好きには期待の一作で、ぜひ今後の続報を楽しみにしてほしいところです。ソーシャルゲームラボ。続いて紹介するタイトルは2025年6月26日にリリースを迎えるモーションゲームスが送る話題の新作ダークファンタジー RPG シルバー&ブラッド、略してシルブラ。対応プラットフォームは iOS、Android。すでに事前登録者数は世界累計400万人を突破しており、世界中のゲームファンから注目されています。物語の舞台は中世ヨーロッパ風のダークで美しい大陸。疫病によって絶望に沈んだ世界で希望の光となったのは野族と呼ばれる吸血鬼の少女、そして彼女に命を救われた青年ノア。2人の運命的な出会いをきっかけに血に刻まれた記憶と運命をめぐる壮大な女子誌が幕を開けます。人間と吸血鬼、信仰と科学、自由と宿命、対立と共存、様々な価値観が交差するこの世界観はゴシックファンタジー好きにはたまらない重厚さです。ゲームのシステムも一級品で、バトルは5人編成の単性戦略バトル。3×3 のマス上にキャラを配置して繰り広げる陣取りと読み合いが魅力。各キャラクターは教会、王国、血族、始祖という4つの勢力に属し、スキルや血源システムを組み合わせて自分だけの最強パーティーを育てられます。50名以上のキャラクターはライブ 2D 風のアニメーション付きで、表情豊かに物語や戦闘を繰り広げてくれるのもポイント。さらに有名声優陣との熱演とオクトパストラベラーズや FF7 リメイクの楽曲を手掛ける作曲家錦康則氏によるゴシック調サウンドがゲームの世界観をより深く彩ります。ストーリーもバトルも本格派な一方、ベータテストを体験したプレイヤーからは戦闘バランスやガチャの渋さ、 SSR キャラ育成の重課金感、一部 UI の不憫さなど改善点を望む声も寄せられています。ですが物語やビジュアル、音楽のクオリティが圧倒的、世界観に浸れる没入感がすごいとストーリー重視派やゴシックファンタジーファンからは熱い支持を受けているのも事実です。シルバー&ブラッドは吸血鬼と人間という普遍的なテーマと美しいグラフィックと濃密なドラマ性、そして手応えある戦略バトルが融合した一作。とことん世界観に浸りたい人、ダークで切ないストーリーを味わいたい人、こだわりのパーティー編成で戦術を極めたい人、そんなあなたにぴったりのタイトルです。もうじきリリースなので詳しいことは公式 X をチェックしてくださいませ。次に紹介するタイトルは2025年注目作の一つ、ドラゴンネストの生みの親が手掛ける新作 MMORPG ドラゴンソード。今回はゲームの紹介というか CBT が実施されたので、参加するためのやり取りなどをちょっとラジオ感覚でお話ししていこうかなと。結論から言うと、韓国ゲームの CBT 参加が恐ろしいほどハードル高いことに気づかされました。国内の方なら大した問題ではないんですが、国外だときついよね。ドラゴンソードに関してはマジで無理ゲーです。参加するためのアンケートまでたどり着けない。まずいきなりアンケートリンクをクリックしたところ、携帯番号が必要。しかもこの携帯番号っていうのが01で始まるもので、韓国に住んでいる方じゃないと発行されない番号。この時点でもはや無理で、さらにコードによる認証が必要で、久々にお手上げ状態になりましたね。ただどうにかできないかと考え、ドラゴンソードに関係しているであろう方々にメールで連絡しましたが、想定外だったのは関係者と思っていた方々がなんと有志で活動している方々ということで、
こればかりは自分たちも困っているという返答が来ました。でその他仕事でお付き合いのある方とか様々な人にお声をかけたところ、最終的には抽選に参加させてもらうことができました。僕一人だと抽選にすら参加できなかったので本当にありがとうございます。あくまで抽選に参加できたってだけでまだ当選できているかは不明です。スタレゾに続いていろいろ海外の方へ連絡してやり取りさせていただきましたが、みんな優しかった。で今27日なんですが、もし当選していたら認証コードが発行されるようです。現時点ではまだコードの入手ができておらず、ゲームクライアントの DL までは済ましているんですが、もしかしたら落選した可能性が大きいです。ただ別途追加での参加者募集イベントが開催されていたので、こちらは自力で参加してみました。もし当選していたら近々ドラゴンソードのレビュー動画上げたいと思います。ということで25年注目の MMORPG ドラゴンソード、ドラネスの開発陣が携わっていて注目度の高い作品の一つです。今後プレイ動画など出始めると思うので、新情報を期待して待ちたいと思います。ソーシャルゲームラボ。はい、今回はリリース間近なタイトルや今後注目の MMORPG などを紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれも楽しそうなんですが、個人的に外部人格を結構やっていたので、忘却の海は結構気になりますね。あとドラゴンソードですね、ベータテストも実施され、ファンタジー MMORPG として期待度高いタイトルです。ベータテスト当選していたら動画出したいと思います。ということで今回は以上となります。チャンネル登録お済みでない方はこの機会にぜひチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。